グータラズです。今日はね、ソアラから外したスピーカー、これをねちょっと直していきたいと思います。純正マーク・レビンソンのエッジがボロボロなんですよ。ほら見て、ボロボロ。道理でね、なんかビリビリすんなと思ってたんですよってことでね、これをね直していきます。純正のマーク・レビンソンですね。ここまでになるともうあれだね、車外でもいいかなと思ったんですけど、実際そんなにね、車ってスピーカーとかでお金かけても意味ないんですよね。以前にね、オデッセイでビービズをねエンクロージャー組んで鳴らしてたんですけど、止まってる時はすごいいい音なんですけどね、走り出すとね、本当にあんま音良くねえなと思って、結構周波数とかでいろいろな音がかき消されるみたいですね、車は。なのでね、そこまでね、車ってお金かけてもね、音響にお金かけても結構意味ないことが多くてですね、なので純正でいいかなと思ってます。なのでね、これをね直します。せっかくねマーク・レビンソンですし、でフロントのまずこのスピーカーやってるんですけど、楕円形ですね。でぴったり当てはまるサイズっていうのがなかなかねエッジが売ってなくて、似たようなサイズを買いました。次にねウーハーのサイズも測っておきます。ちっちゃいね、マグネットもちっちゃいもんな。結構ね組んであるって感じかな、このマーク・レビンソンに関しては。フレームにこのリングだとかこうつけてこうエッジを挟み込んでるっていう感じが多いですね。ほら、このリングでねエッジを挟み込んでます。本当にね、ウーハーはね実は気づきませんでしたなんかね、この後ろのなんていうのかな、シートの後ろに隠れてるんで、隠れてるとこのビリビリ音がね聞こえないんだよね。だからね、あれまで気づかなかったっていうのが本音です。で、外してみて、配線を全部取ってた時に気づいたんですよね。ほら、見て、ボロッボロ。で、こいつの分もね、注文して、次のエッジの除去入りましょう。そう、こうなっちゃうとね、マーク・レビンソンも台無しです。エッジをね、どんどん外していきます。優しく外せばね、崩れることなく取れてきました。ほんとひどいやつはもうボロボロ取れるんでしょうけどね。ウレタンのエッジです。ウレタンエッジはやっぱこうなりますね。劣化でこうなります。気持ちよく取れましたでも外側もほんとダメですね。なので張り替えちゃいます。で、フレームについてる残った残骸もね撤去していきます。俺は彫刻刀でやってます。平彫刻刀で やりました。マイナスドライバーとかでもね十分です。その辺にあったから使ってるだけですけどね、本当に何でも十分です。結構ねサクサク取れていきます。すんなり取れていきますんでね、これをぐるり一周削ぎ落としていきましょう。その次に最後ね、フレームに残ったやつはパーツクリーナーかなんかでね綺麗にね除去してあげます。ボンドがね結構残ってたりするんで、それを綺麗にねパーツクリーナーで。次はコーンです。コーンにもねやっぱりエッジ残ってます。綺麗に取ったとはいえね、エッジの残骸ありますんでね、この辺は精密カッターでこう削ぎ落とす感じで取っていきました。これ紙なんですよね。実はこのマーク・レビンソン紙なんです。紙のコーン使ってるんだよな。さっきも言った通りね、フレームはパーツクリーナーで綺麗にしておきましょう。結構ねたっぷりめのパーツクリーナー、ティッシュに染み込ませてねこすってあげると綺麗に取れます。ほら、綺麗に除去できました。これをねまた他のやつもやっていくんですけど、フレームについてるリング、こいつにもねボンドがついてたんです。要はフレームをねこのエッジ、そしてこのリングでこう挟み込んでる感じだったんですよね。なのでこいつのねこの残ったエッジも除去していきます。ウレタンだからねやっぱりこうやっていろいろポロポロ取れてくるんでしょうけどね。こいつもねパーツクリーナーで綺麗に磨いておきました。
そう、実はね、ちょっとやってみたかったことがあったんです。そう、木工用ボンド。これね、本当に純正のスピーカーに塗るとね、すごく音が良くなったりね、音が良くなるっていうか、低音の鳴りが良くなるんですよ。で、まあ、このマーク・レビンソンとはいえ、紙なんで、ちょっとね、これやってみたかったんです、実は。なのでね、これちょっとね、成功っていうほどでもないです。本当にね、コーンに塗ったくるだけです。本当はね、3、4回塗るといいんでしょうけどね。そう、これやるとスピーカーの能力は落ちますから気をつけてください。でもね、低音はこう出やすくなるっていうか。で、真ん中あるじゃないですか。真ん中、あそこに塗ると高音が出にくくなります。なので気をつけてください。やる人はね。そう、センターキャップ塗ると高音が出にくくなりますんでね。気をつけてください。まあ、俺はただこれやってみたかったんですよ。どんな感じになるかどうか。そう。まあ、物は試しですからね。やってみて。で、組んでいきます。そう、これは本当にね、責任持ってませんから。でね、エッジが届きました。まあ、エッジはね、ゴム製にしました。ゴム製だとね、かなり長持ちしますからね。ゴム製にして。で、まあ、ぴったりくるサイズがなかったんでね、ほら、少し小さめなんですよ。フレームのちょっと半分ぐらいしかかかってないかな。でもまあ、これしかなかったんだよな。まあ、いいか。でね、若干小さめとか大きめとかあります。コーンに貼る部分はね、こいつはぴったりでした。まあ、楕円形の方はね、ちょっとコーンがはみ出る感じでしたね。なのでまあ、コーンをちょっと切ったんですけどね。そう、接着にはスーパー X 使います。セメダイン製のスーパー X。こいつがよくくっつきます。まあ、調べるとね、結構これで塗ってる人多いですね。まあ、俺もこのエッジの張り替え初めてなんですけどね。これなかなか楽しい作業ですね。ほんと楽しかった。でね、コーンとエッジ、両方にね、スーパー X 塗ります。まあ、ぐるり一周ね、コーンに塗った後、コーンに貼る部分ですね。ここはまあ両方塗ってね。で、コーンに貼り付ける感じです。で、コーンに貼る部分にまたね、スーパー X 塗っておきましょう。ぐるり一周ね、塗っておきます。で、結構ね、このスーパー X、ブチルっぽい雰囲気があるので、手につくとね、ものすごいベタベタします。だからつくたんびにこうね、パーツクリーナーでちょっとこう拭きながらやりました。で、まあ、オープンタイム取った方がいいんでしょうけど、この両方ね、コーンとエッジ両方にね、スーパー X つけてるんでね、もうすぐくっつきます。本当に。このつきはすごくいい。そう、ブチュルのようにね、くっつくんで、まだこの時点では全然乾かないです。乾かないですけど、くっつきます。すごいくっつく。でね、ちょっとね、コーンの裏側に指も入れて、で、こう圧着するように、ちょっと押さえつけるようにね、ぐるり一周、また、エッジを押さえつけていきましょう。でね、そうしたらまた、片毛だって片っぽいやつでちょっとね、圧着強めにして、またぐるり一周やっておきました。で、まあ、このウーハーにもね、実は、木工ボンド塗ってあったんです。塗りました。ちょっと試してみたかったんでね。ものは試しですから。そう、次はね、フレームにエッジをつけていきます。まあ、ここはね、両方じゃなくてもいいと思います。どうせリングで挟み込むんで、なので僕は片側だけにね、塗るようにしました。まあ、エッジにね、エッジだって、まあ、エッジとコーンがくっついちゃってるんでね、ちょっと両方塗るのもちょっとめんどくさいなと思って、フレーム側はね、片側だけ塗ってます。これもね、ぐるり一周して、くっつけてやってっていう感じですね。結構スーパー X 活躍したな。そう、ここもね、きっちりセンターが出るようにこうずらしながらっていうのをね、調整しながらエッジを貼ってあげました。そうでね、ほら、リングを組むので、まあ、両方つけなくてもいいかなと思って、このリングでね、結構こう圧着するような感じになるのでね、そう、リングにもね、スーパー X 塗っておきます。純正でね、塗ってあったんで、ここも塗っておこうと思って、それでね、挟み込んで、あとは組んでいくだけです。
向きがあるんでね、気をつけてください。で、この葉は結構中途半端なサイズで、8インチだっけな。そのよりもちょっと大きいんですよ。なのでね、そのぴったりのリングがなかった。ぴったりなエッジがなかったんですよね。そう、あとはね、組んでいくだけ。こうやってね、組んであったんです。で、このまま、後ろのリアシートの背もたれの後ろにあったんですよね。なかなかいいところ、場所がなかったんだろうな。いい、きっちり組んでいきましょう。この辺のね、ボルトは、テックスでしたね。テックスだって、トルクスでした。間違えた。トルクスでしたね。トルクスで止まってました。そう、スーパー X はね、必要強度までに24時間から48時間かかります。なのでね、1日2日このまま放っておきましょう。それでからね、組む形になります。で、ウーハーだけじゃなくてね、そう、フロントの左側、これもね、破れていました。さっきね、モコボンド塗ってたやつだね、これも直しました。で、右側はね、なぜかね、新しかったんですよ。なので、これはモコボンド塗っただけです。エッジはね、交換してません。破れてからでいいやと思って。結構めんどいでね。でもね、エッジは一応買っといたんですけどね。これは破れてから交換します。モコボンドだけね、塗っておきました。古いんでね、車も。アリストなんか全部のエッジが破れてます。本当に。あれもやらんきゃダメだな。ってことでね、これで2日ぐらい放置して、で、車に組むような形になります。で、今日はね、エッジの張り替えになりました。古い車なんでね、結構、純正だとやっぱりウレタンエッジ使ってるの結構多いです。で、古くなるとウレタンエッジはね、こういう風に腐ってボロボロになります。アリストなんか全部だからね。アリストもね、時期にやると思うんですけどね。今回はちょっとスピーカーのカスタムっていうのもやってみたかったんです。よくね、純正のスピーカーで、紙のスピーカーでやってる人がいるんですけどね。これマーク・レビンソン、純正マーク・レビンソンなんですけど、紙だったんですけど、厚い紙だったからあんまり意味ねえかなとは思うんですけどね。実際ちょっと低音出したくて。で、このソアラ、片側に2つのね、ツイーターがついてるんです。そしてこのミッドウアーがこう、ドアについてるんで、計3個、片側に3個あるんですよ。両方合わせると6個。そしてね、後ろにウーハーがあるので、だからこの低音がちょっと強くてもいいかなって感じたので、ちょっとこのモッコボンドのね、施工してみました。次回はね、ちょっと車に組んで、で、その効果がどれほどなものなのかって言っても、そもそもエッジが割れてた状態で聞いてたもんだから、音は悪かったんですわ。なので、比較にはならないんですけど、どれほど変わったのか、そしてどういう風に組んでたのか、ちょっとね、その辺もやっていきます。次回はね、ということで、車に組む動画になります。ということで、今日はエッジの張り替えやってみました。本日もご視聴ありがとうございました。